皆さんこんばんは。バイバイニュース山崎です。今日は2019年の9月の27日金曜日ですね。時間が9時より、9時夜の日本時間の9時41分ということで約40分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように昨日の続きなんですね。イルミナティ謀略サイトに騙されてはいけないということです。昨日の続きですね。ちょっと目の具合がですね、目が腫れちゃってて、おそらく汚い手で、書いたんで、ばい菌が入ったかもしれないんですけど、今日のワイワイニュースライブ通算で2859回目ということで、音声映像とも今のところ順調に配信されているということです。今日の金曜日の放送遅くなりましたけど開始したいというふうに思います。でいつものように、前日のですね、放送のメインテーマをこのように、YouTube 用に表紙にしてくれてるんですね。それで昨日はこの、グレタ・トゥンベリーさん16歳個人攻撃することで、気象変動反対運動を破壊する謀略サイトを紹介するということで昨日紹介したんですね。フランス語のサイトシークレットニュースという怪しいサイトがあるんですね。でこれの8月の8日付の記事、これを全文ですね、日本語訳をつけて紹介したということで今日はその続きなんですね。それで昨日のこの放送は現時点での視聴者っていうのがツイキャスで370名様、 YouTube で824で合計で1194名ということです。そして今日の画像ですけど、今日の画像はなかなか面白いんですね。昨日のこの謀略サイトですね、陰謀サイト謀略サイトに出てくるジョージュ・ソロスとそれから彼女グレタ・トゥンベリさん、これのツーショット写真を証拠写真として、出したんですけど、実はですねこれ偽造されているということで、昨日の放送の中でヘチさんの方からですね、貴重な情報をいただいたんですね。それで結局元の写真はこれだったということなんです。これは去年の12月30日に、アルゴア元アメリカの副大統領ですね、彼と一緒に撮ったツーショット写真なんですね。これを本人がツイッターで、発信してるんですね。でこのアルゴアの部分をソロスに、置き換えたと巧妙に偽造したんですね。これはね非常に巧妙ですよね。でこのことを昨日のコメントのヘチさんがこの2つの画像を並列して、これは嘘だと偽造されてるというふうにツイッターでつぶやいてくれたんですね。でそれをコメントで、アップしてくれたということで、まさに、謀略サイトのやることですね。非常によく似てますよね。これだけ見るとツンベリさんはジョージ・ソロスの孫なんだと。ですから彼女はおじいさんに操られて、国連まで行っちゃったんだというような誘導がされてるんですね。実は違うんですよ。これが第一の嘘ですね。で第二の嘘は昨日のサイト陰謀サイトでは彼女は
ジョージ・ソロスの弟と妹、これもおかしいんですよね。弟と妹の近親相関で生まれた子供だと。そして同じ、記事の中で弟と妹ではなくて、ジョージ・ソロスの子供たちの間で近親相関でできた子供だっていう、全く2つ矛盾するようなことを平気で書いてるんですね。で実は彼女の実際のお父さんとお母さんというのはこのお二人なんですね。でお父さんはスウェーデンの有名な作家みたいですね。でお母さんは再婚なんですけど、彼女もお父さんと一緒に歌劇、スウェーデンの歌劇をプロデュースしているという立派なご両親をお持ちなんですよね。こういうのをでっち上げてるんですよね。だから記事だけ見ると騙されるということですね。それから4つ目の画像はれいわ新選組の安富東京大学教授の授業のですね1時間40分にわたる授業風景をIWJ が録画して配信してたんですね。でこれが2014年なんですね。で、まあ普通の男性なんですけど今は女装されてるということで非常に面白い授業なんですね。で、石井幸喜さんの特別会計のことも課題捉えてるんですね。そしてこの授業の中に石井幸喜さんの娘さんターニャさんも来て、いろいろ話されてるということでこれは必見ですね。長いですよね。1時間44分ということで、いやこういう人が東京大学の教授として、2方向でやってるんですね。で教科書なんか一切ないんですよ。彼がテーマを決めてどん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 話してそして、それに対する生徒の疑問とか質問とか意見を非常に丁寧に、聞いて答えるという理想的なですよね教育の2方向の授業を彼はやってたということですね。今日の画像はそういうことです。で今日の映像はこの安富さんの IWJ が映像化したやつの URL をアップしますんで後で、ぜひご覧ください。必見ですね。ということで、ポイントだけ昨日の謀略サイトとんでもないよね。私はイルミナティ謀略サイトって言ってるんですね。イルミナティなんですよこれやってるの。そして、視聴者現時点で1194名様とこれ増えると思いますね。理想としては毎回1万人のぐらいの方が視聴されればですね、理想ですけどね。それと今日の画像ですね。ソロスとツンベリーさんのツーショットが偽造だと。元の
画像は去年の12月30日に彼女がアルゴア元アメリカ副大統領と撮ったツーショット写真、これなんですね。H さんの昨日のコメント、私が2つの写真を並べてつぶやいたものですと。これが情報ソースになってるんですね。ありがたいですね。それとツンベリーさんの実際の両親のお二人、有名な作家芸術家なんですね。それと安富さんの事業風景と、この段階だと普通の男性ですよね。そして今日の画像ですけど、安富さんの事業、タイトル、日本崩壊まであと丸年、殺された石井紘基議員が調べていた日本を蝕むか特別会計の闇の話と、1時間44分ですね。これの URL、安富さん事業の中で言ってますけど、彼の事業っていうのは最初は100人ぐらい来るらしいんですよね。そしてどんどん減って50人になって、でこの日の参加者は5人ということですね。でも30人ぐらいが登録しているということです。これが URL です。ぜひご覧ください。で、今日の注目情報、これは長州新聞が令和新選組山本太郎の全国行脚始まると、北海道行動ということで、これをですね非常に詳しく、記事化していますので、最初のところ全部はアップできませんので、URL とそれから最初のところだけ、アップ取り上げました。長州新聞の記事ってすごい長いんですよね。すごい各地での山本太郎と、それから参加されてる地元の人たちのやり取りが事細かに出てるんですね。ということでぜひお読みください。長州新聞です。今注目の地方新聞ですよね。そして今日の推薦図書ですね。ジム・ロジャーズさんの日本への、警告ということで、今日は第26回目ですね。第2章、第2章は何だっけ、日本人が今克服すべき課題と、これが今回で終わるんですね。で、次からは第3章と、来週の月曜日から第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だというところですね。じゃあ今日のところ、世界を旅し変化を肌で感じ取るというところを読みます。2ページちょっとですね。未来を予測するには世界を訪れ自ら感じ取ることも大切だと。これまでは
までに私は自力による世界一周を2度経験しているが、出会った人々の様子や街並みなどが投資の判断に役立つことも少なからずあったと。ただし、ただ単に観光旅行をしても役に立つヒントは得られないと。世界を見る前にその国の歴史を調べなくてはならないと。歴史を知らずに他国に足を踏み入れても目に入る、大半のことを理解できないからだと。観光を楽しむことができても数ヶ月も過ぎれば自分がその場所で何を見たのかさえ思い出せなくなってしまうと。日本人の海外留学の滞在期間が短いという問題について先に指摘したが、たとえ短期間の滞在であれ密度の濃い経験にする方法がないわけではないと。そのために必要な要素が歴史認識だと。歴史を知ると同じ現象を見ても人とは違った捉え方をすることができると。私が周囲から驚かれたのは、1990年頃にバイクで世界一周をした後に書いた旅行記、大投資家ジム・ロジャーズ世界を行く、日本経済新聞社で、これからはキリスト教とイスラム教といった宗教や民族主義をめぐる戦いが始まると記し、これが現実のものとなった時だと。私がバイクで世界を回った当時は共産主義と資本主義の戦いが終わりを告げた時期だったが、共産主義の爪痕はまだ世界に色濃く残っていたと。共産圏を走っている時に私が気づいたのは国境線についてだったと。共産主義者がさまざまな民族を無理やり押し込めておいた不自然な国境線に思えたのだと。不自然で、曖昧な国境線は人々に争いをもたらす。これも歴史により学んだことであると。枠組みを失った国民には民族や宗教に自らのアイデンティティを求め、そのため争いが起きるのだと。このような争いは今後も起きると私は見ていると。押し付けられたイデオロギーという枠組みが外れれば世界はもっと細かく分断され、国境線は複雑になっていくだろうと。経済のグローバル化が進み、人々はトヨタ車を運転し、中華料理やマクドナルドのハンバーガーは世界中で食べられるようになったと。世界を旅して感じたのは、こうしたものが一部の人々にとって縮小気味になっているということだった。そうした人々はもっと自分たちに分かりやすい、制御しやすいアイデンティティを求めている。それは言語であったり民族であったりするんだろう。ここに争いの火種があると。このような気づきを島国であり同質性の高い社会である日本から出たことのない人は得ることができないだろうと。過去の歴史に学び世界を旅することで変化を捉えると。そのような日本人が増えればさまざまな問題を抱える日本にとって大きな希望になるだろうと。なかなかいいこと言ってますね。ということで第2章が終わりで、来週から第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だと。その最初がファーウェイで繰り返される衰退の兆候というところですね。というところです。砂月金さん、太郎氏は誰か幹事長に任命しておかないと野党共闘の集会に代表は全国行脚で誰も出られないことになると。そうですね。ナンバー2を指名しないとダメですね。誰かいるんですかね。それから砂月金さん、TBS 三谷建設フェイク動画に隠されている人がまだいそうと。テレビを見たとなると。水谷建設のフェイク動画って何なんですかね。それから砂月院さん、動画でもここまでできる冤罪事件にご用心の取り組みのマツコ・デラックスディープフェイクと。
取り組み後のマスコ・デラックス・ディープフェイクと。だから動画で偽造できるということですよね。K さん、コンティニューコイン。砂ずきんさん、初めてご覧の方へということで、いつものコメント、一行コメント禁止と。で、このキャスの目的は情報の拡散共有なんで、ツイッター連携でお願いしますということですね。いつもありがとうございます。砂ずきんさん、ハムを食べているフェイク画像まで出回っているとかと。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブです。配信スタートしましたと。から石森さん、配信、お茶ですね。配信ありがとうございます。から砂ずきんさん、今日のメインテーマですね。続き、イルミナティの陰謀サイトに騙されてはいけないということですね。それから砂ずきんさん、こんな米軍に、海上保安庁は新基地建設で奉仕するのかと、地鳴りの局からということですね。それからそれで昨日ですね、昨日のコメントになるんですね。ということです。マスコ・デラックスさんが相撲取りに押されていると。そういうフェイク動画ができてんだ。リーさんですね。翔さんか。翔さんですね。お茶バク転ですね。そして今日のメインテーマですね。続き、イルミナティの陰謀サイトに騙されてはいけないと。昨日の続きですね。スウェーデンの高校生環境活動家グレタ・トゥンベリさん16歳に対し人格破壊攻撃を仕掛けて、彼女が世界規模で起こした、気候変動反対運動を破壊する目的のフランス語サイトシークレットニュースの2019年8月8日の記事がイルミナティの謀略であるということなんですね。で、昨日の記事の日本語訳付きで再掲してるんですね。そして、ここに書かれるということは全てでっち上げの大嘘だということで、この記事の6つのでっち上げの大嘘ということで1から6挙げてるんです。1、ジョージ・ソロスとのツーショット写真は偽造ということで、これは先ほどお見せしたこれですね。これよくできてますけどフェイクなんですね。これ偽造。光の反射加減なんていうのはこれプロですよね。素人できないですよね。で、元の写真はこれとアルゴアとのツーショットということなんですね。これは2018年の12月30日にツーショットを撮って彼女がツイッターで発信した写真なんですね。で、この2つの記事写真をですね、アップして、ツイッターでつぶやいたのがヘチさんですね。で、昨日この情報をいただきまして早速見たらまさにフェイクだと、偽造だということがもう誰が見てもはっきりするということですね。それからそれが嘘の1ですね。で、嘘の2、昨日ジョージ・ソロスは101歳の誕生日を祝ったという文章が出てるんですけど、こんなのウィキペディアで見ればすぐ分かるんですよね。ジョージ・ソロスは1910年30年か1930年8月12日生まれで今年89歳と、年齢が全然違うんですね。で、嘘3、ジョージ・ソロスは彼女の直系の祖父であるというふうに書かれてるんですね。で、真実は何かと、彼女の実際の祖父はスウェーデン人の俳優で監督のオロフ・ツンベリーだと実際にいるんですよ。写真はちょっと出てこなかったですけどね、実在存命してるみたいですね。から4番目、嘘4、彼女はジョージ・ソロスの弟と妹、子供たち
これが嘘っぱちっていうのが分かるんですね。2つの矛盾したことを記事の中で書いてるんですよね。弟と妹の近親相関で生まれたと。で、もう少し、行を後の行の中ではジョージ・ソロスの子供たちの近親相関で生まれたという、本当いい加減なこと書いてるね。全くのデマと、これは人間の尊厳を貶める最悪の恥ずべきデマだということですね。それで、先ほどお見せした彼女のお父さんとお母さんがこの方たちと、スウェーデンで有名な作家みたいですね、お父さんは。スバンデ・トゥンベリーというお父さんはスウェーデンの作家、芸術監督、プロデューサー、俳優であり配偶者とスウェーデンのオペラメゾンソプラノ心からのシーンを書いていると。彼はまた彼の娘、青年環境活動家グレタ・チュンベリーの仕事とも関係しているというふうに、これウィキペディアの英語版で書いてあるんですね。それで、この母親は再婚した母親なんですね。マレーネ・エルンマンさんという方なんですけど、実際彼女を産んだ母親はスバンテ・トゥンベリーということで、離婚されているということなんですね。ここまでウィキペディアで分かるんですね。で、嘘の5、環境活動家の豪華な生活は全て唯一ダブルの祖父ソロスによって財政支援に支えられているという大嘘を書いてるんですね。真実、これは全くのデマと。彼女の両親はジョージ・ソロスとは一切血縁関係のない血縁関係のない経済的に自立した立派な両親だということなんですね。で6、最後の記事の最後にエコロジーは大量移民流入、国民のイスラム教化、新世界秩序実現加速のための単なる口実でしかないことは今や明白であるというふうに、この陰謀サイトの記事は最後に書いてあるんですけど、真実、この陰謀サイトは反ニューワールドオーダー、反ニュー NWO、反イルミナティ、反ロシアイド国際金融マフィアを装っているが、その正体はイルミナティそのものだと。その目的はグレタ・トゥンベリさんをニューワールドオーダー、イルミナティ、ロシアード国際金融マフィアの司令塔であるジョージ・ソロスの孫にでっち上げて、彼女が世界規模で起こした気候変動反対運動に疑念を抱かせると、そして破壊するという目的があるんだということなんですね。ということで今日のメインテーマはそういうことです。砂月さん、101歳はロックフェラーですよね。そうですよ。だからもう本当いい加減なんだよ、このサイト。何がシークレットニュースだと。陰謀サイトですよ。ということで、ポイントをアップします。続き、イルミナティの陰謀サイトに騙されてはいけないというところですね。で、スウェーデンの高校生環境活動家グレテ・トゥンベリーさん16歳で、に対して
人格破壊攻撃を仕掛けて、彼女が世界規模で起こした気候変動反対運動を破壊する目的のフランス語サイトシークレット、ここで終わりかな。シークレットサイトの2019年8月8日の記事はイルミナティの陰謀であるということでね、非常に巧妙に偽装されてますけど、細かく見るともうボロボロなんですよね。見え見えなんですよね。これ6つの嘘がバレバレだということで、昨日このタイトル、フランス語のタイトル、これ日本語も入るかな。博愛主義者のユダヤ系米国人大富豪には自慢の孫がいると。デビッド・ロックフェラーと間違ってるんですかね。彼はもう 4,5 年前に死んじゃったのに。5か。ちょっと字余りですね。これが日本語のタイトル。そして8月8日付の記事で URL と。これですね。そしてこの記事の、日本語訳付きのやつを再掲したんですね。昨日アップしたやつを。でここに書かれていることは全てでっち上げの大嘘だと。シークレットニュース記事の6つのでっち上げの大嘘ということで、1から6つ挙げてるんですね。で1、嘘の1、ジョージ・ソロスとのツーショット画像は偽物と、偽造だと。で真相、これは気候変動問題を告発した長編ドキュメンタリー映画「不都合の真実」を制作発表した米元副大統領のアルゴアと2018年12月30日に撮ったツーショット写真をソロスとのツーショット写真に偽造したということなんですね。から2つ目、誕生日を間違っていると。これはデビッド・ロックフェラーと間違ったんでしょうね。それと3番目、ジョージ・ソロスは彼女の直系の祖父であると。真実、彼女の祖父はスウェーデン人俳優で監督のオロフ・トゥンベリーであると。別の実在の人間がいると
ら全部大嘘なんですよ、これ。で、4番目、嘘4。彼女はジョージ・ソロスの弟と妹、子供たち、中山崎、サイトでは矛盾した2つのことを同時に書かれていると。の近親相関で生まれた子供だは全くのデマと。これが一番の悪質なあれですね。で、これは人間の尊厳を貶める最悪の恥ずべきデマだということですね。普通ここまでやんないよね。で、真実、彼女のジップはスウェーデン人作家のスバンテ・トゥンベル50歳、実母はあれスベンテが同じになっちゃったな。スバンテ・トゥンベリンというのはお父さんなんですね。お母さんの名前がちょっと違ってたね。これは外します。で、両親は離婚し、2004年に再婚した義母ですね、義母。義母は2004年に、再婚したマレーナ・エルンマンであると。ということなんですね。そして5番目、嘘の5。環境活動家の豪華な生活はすべて唯一ダブルの祖父による財政支援に支えられていると。これは全くの大嘘。真実、これも全くのデマと。彼女の両親はジョージ・ソロスとは一切血縁関係のない経済的に自立した立派な両親だと。だから近親結婚で、生まれた子供を経済的に十分でないから祖父のソロスに全部依存して豊かな生活を送っているという全くのデマを流してるんですね、これね。本当悪質だよね。6番目、この記事の中でエコロジーは大量難民流入、国民のイスラム教化、新世界秩序実現加速のために単なる口実でしかないことは今や明白であるというふうに書いてるんですね。で、真実、この陰謀サイトは反ニューワールドオーダー、反 NWO、反イルミナティ、反ロシアの国際金マフィアを装っているから、その正体はイルミナティそのものだと。その目的はトゥンベリーさんを
ニューワールドオーダー、イルミナティ、ロシアード、コスカキマフィアの司令塔であるジョージ・ソロスの孫にでっち上げていると。これ最後までいくかな。で、彼女が世界規模で、起こした気候変動反対運動に疑惑、疑義を抱かせると、抱かせると、そして破壊するという目的を持っているということなんですね。プラス4。ということですね。だからこういう、イルミナティが巧妙に仕掛けた陰謀サイト、謀略サイトっていうのは至る所にあると思うんですね。それに引っかかっちゃいけないよということです。今日のトピックス、トランプ氏弾劾調査開始と今後どのように進むのかっていう AFP 日本語版ですね。トランプはついにあれですね、これで行くとこまで行っちゃいましたね。来年10月の再選は無理でしょう。いつかは彼こういう目に遭うんですよ。あれほどいわゆるディールって言って、相手を落とし込むためには何でもするという彼のいわゆる日頃やってきた癖なんですね。至る所でやってるんですよ。でそれが今まで、セックススキャンダルとかですね、いろんな疑惑で、出てきても強引に隠蔽してたんですけど、今回のウクライナゲート、これはもう彼にとっては致命的でしょうね。 AFP。 それから2つ目、動画。これニュージーランド首都に4万人集結と、生徒らが気候変動対策訴える、グレタも言ってると。すごいですね。ニュージーランドで4万人。これ全体の何人なの。14歳の少年参加者は、何もしなければ地球は人が住めない荒れ果てた場所になってしまうと述べ、若い世代が行動しなければならないと訴えたと。参加者らは、私たちはあなた方に分からせるために学校を休んできましたと。否定、イコール死、グレタも言っているなどと書かれたプラカードを手に議事堂までの道のりを行進したと。学校の制服姿の子どもたちやスケートボードを脇に抱えた中高生たちに加え、若者たちを応援しようと参加した白髪混じりのベテラン活動家たちも見られたということですね。ウェリントンですね。27日っていうのは今日か。4万人ですって。生徒たち4万人。4万人の参加者、ニュージーランドのデモ史上最大規模ですって。すごいですね。ニュージーランドの人口どのぐらいなんですかね。100万人ぐらいですかね。4% ってのはすごいですよね。これですね。AFP。日本の若者はどうなんですかね。
で彼女がアスペルガー症候群だというふうにカミングアウトしたんですね。アスペルガーは私の誇りとグレタ・トゥンベリさんが投げかける障害の意味という、これハフィントン・ポストの記事ですね。25日の記事。これもなかなかいい記事ですね。グレタさんはその地球温暖化対策を訴える行動が評価され、18年3月にはノーベル平和賞にノミネートされたんですね。で彼女の呼びかけはシンプルと。地球温暖化が私たちの生存を脅かす重大な問題ならば、どうして私たちは行動しないんでしょうかということですね。で BBC によると、始まりはスウェーデンで総選挙が迫っていた2018年8月、グレタさんは気候のためのスクールストライキというプラカードを掲げてストックホルムの国会議事堂の前で座り込んだと。これ昨日あれですよね、写真取り上げましたよね。たった一人で議事堂の前で座り込んでると。あれこれじゃないか。これだ。これですね。この写真。ストライキ中と。気候のためのストライキ中ということですね。で、彼女の行動は瞬く間に世界中に広がり、地球温暖化対策を求める大規模な抗議運動へと発展したと。で、ハッシュタグフライデー・フォー・フューチャーというハッシュタグとともに、欧米を中心に多くの若者が運動に参加し、その様子を SNS で発信していると。グレタさんは12月にはポーランドで開かれた会議 COP24、 通称国連気候会議、2019年1月にはダボス会議、世界経済フォーラムの年次総会で演説したということですね。で、グレタさんはアスベルガー症候群と強迫性障害、場面、なんて言うんだろう、場面科目っていうのは専目であることを公表していると。アスベルガーは症候群とは知的障害を伴わない自閉症のことと、東京都自閉症協会によると、対人コミュニケーションが苦手、興味の対象が限定的などが主な症状だというと。しかしグレタさんは言うと、アスベルガーは病気ではなく一つの才能と、アスベルガーでなかったらこうして立ち上がることはなかったでしょうと。本人の投稿ですね。アスペルガーっていうのかな。だからこそ人とは違った視点で世界が見れると。アスペルガー。もし私がアスペルガーでなかったら、そんな風に世界を外側から見られなかったでしょうと。ですね。私のようなアスペルガーの人間にとっては、ほとんどの全てのことが白黒どちらかなのですと。私たちは嘘をつくのがあまり上手ではありませんと。で、私にとって地球温暖化は白か黒かの問題ですと。生き残りの問題となればグレーな部分はありませんと。正直すぎると、
アスベルガー症候群の特徴の一つだと。これはコミュニケーションにおいては空気が読めないという欠点になるが、社会のルールや常識にとらわれず思ったことをはっきり言えるという利点にもなると。グレタさんは、温暖化はこれほど深刻な問題なのになぜ私たちは行動を起こさないかというまっすぐな問いかけは、正直で白黒をつけないと気が済まないというアスペルガー症候群の彼女の個性から来ているのかもしれないということですね。星の王子様、コンティニューコイン2枚ですね。K さん、ニュージーランドの人口は400万か、454万。ありがとうございます。それ 4万人ということは約 1% が参加したということですね。世界で121の国、121番目の人口の国ということですね。はい。1% でいうと、日本は1億2500万ですから、1% で125万人のデモが行われたという、すごいですよね。日本ではせいぜい国会前で30万人ぐらいじゃないですか、1960年の反対闘争で。そして次に、トゥンベリーさんを世界第2位の富豪が批判と、天地異変説に傾倒しているということですね。これもハーフポストですね。27日今日付ですね。高級ブランドルイ・ヴィトンを擁するルイ・ヴィトンモエ・ヘネシーグループのベルナル・アルノ氏は、彼女はダイナミックな少女だが天地異変説にすっかり傾倒してしまっていると批判したという、まさにあれですよ、イルミナティ司令塔ですよ。2位になったんですかね。トゥンベリーさん、トゥが抜けました。トゥが抜けましたね。トゥンベリーさんを批判したと。ルイ・ヴィトン・ヘネシーグループの世界第2の大富豪、ベルナル・アルノと。から次、ムン・ジェイン大統領の支持率が回復したと、48.5% 上昇と、法務部長官の検察捜査への否定的認識が広がっていると、ハンギョレですね。前は 43.5 で最低記録だったんですね。徐々に検察やりすぎじゃないと、検察改革をする張本人に対する意図的な弾圧だってことが徐々に分かってきたということで、これはリアルメーターなんですね。世論調査だから日本にもないんですかね。リアルメーターの死者っていうのはないんですかね。リアルメーターに頼みたいよね、日本の世論調査を。本当異常ですよ。この前メインテーマ取り上げましたけど、日経が59、軒並み最低の時事が43、日経が59で読売が53とかなってると、到底ありえないような数字が公然とあたかも客観的な世論調査結果だという装いのもとに流されていると。で、日本国民はおかしいと思いながらも、
まともな世論調査の結果を見たことないからそんなもんかなというふうになっちゃうんですよね。だから一度リアルメーターあるいはリアルメーターと同じぐらい信頼性のある世論調査専門機関に一度日本の安倍内閣支持率調査をやってみる必要ありますよね。早稲田クロニクルなんかやんないですかね。金はみんなで出し合って。砂月金さん、世界第2位の高級ブランドルイ・ヴィトンを擁するルイ・ヴィトンモエヘネシグループベルナル・アルノですね。有名なシャトーも持ってるんですね。シャトーシュバルブランという最高級の赤ワインのシャトーを持ってるんですよ。だからロシアイドムートン・ロシアイドとかからラフィット・ロシアイドに対抗するんじゃないですか彼は。次、関電社長20人が3億2000万円、これは認めたんですね。受領してたと。ひどいもんですねこれは福井県の高浜市の元助役から資金を受け取っていたと。賄賂でしょで返したから問題ないみたいな記者会見してんだよね。ふざけんなと。逮捕しろってんだよ。一人700万ぐらいもらってるんですよ。ということで、今日の重要情報ですね。これは安倍政権の芸術検閲が始まったと。愛知トリエンナーレ補助金取り消しを町山智弘内田なんだこれ木って何て言いますかね。いつも読めないんだね。樹木の樹って書くね。平野啓一郎相田和弘らが批判というリテラですね。これは荻生田ですよ。萩生田か。八王子の日本会議そのもの。彼が文科大臣になった途端でしょ。7000万円の補助金を支給しないというふうに言い出したの。安倍はそういうことをやらせるために彼を文科大臣にしたんですよね。リテラ。ということで今日の放送はこれで終わりですね。時間が今60分ちょうど43秒56分かな。なんかよく見えないな。視聴されているのが47名様、全体で137名様、コメントが51件ですね。59分ですね。ほぼ60分ですね今日は。砂月さん、内田達か。いつも読めないですね。ありがとうございます。達っていう字、木ですね。樹木の樹ですね。間違いないように覚えておきましょう。ということで今日の金曜日の放送はこれで終わりです。なんか目が腫れててですね、よく、見えない状態ですけど、まあ明日には治ると思うんですけど、今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトをいただいてありがとうございました。ということで明日土曜日、明後日日曜日はお休みで、また来週の月曜日ですね、9時から9時半の間に必ず放送開始しようとしてますんで、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。ということで、良い週末をお迎えくださいということで今日の放送終わりです。